ーローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画は、星の預言者についてのお話になります。星の預言者と言葉で表現してもすぐに何のことだかわからない人もおられると思いますが、デイリーダブルといえば、何を意味しているのかお分かりになると思います。上昇の戦闘でレベルアップに必要な資源のことだね。毎日無料で抽選の権利をもらえるゲーム要素に、英雄の宝箱、アウトランド、飛行艇、などがあります。これらは毎日ゲームにログインするたびに資源が手に入る貴重なゲーム要素であり、ヒーローウォーズを遊戯する人の中で、これらの遊戯をスキップする人はいないと思います。また、これらのゲーム要素の無料抽選の権利は1日1回限りとなっていて、発生した無料抽選の権利を翌日へ持ち越すことはできない仕組みになっています。それに対して星の預言者は、毎日発生する無料抽選の権利を翌日以降へ持ち越すことが可能で、最大で7回分の無料抽選の権利をストックすることが可能となっています。デイリーダブルの話を始めるよ。皆さんは、星の預言者の無料抽選を毎日コツコツと消化していますか？それとも、お目当ての資源がデイリーダブルに表示されている日を狙って、集中的に無料抽選を行うようにしていますか？星の預言者にて、無料抽選の権利が最大で7日分ストック可能となっている理由を考慮すれば、無料抽選を毎日コツコツと消化しない方が正解だとすぐにわかると思います。星の預言者で獲得できる資源は抽選に委ねられますが、デイリーダブルで表示されている資源が当選した際は、獲得できる資源の量が2倍になるのです。さらに、デイリーダブルに表示されている資源が当選する確率も2倍に設定されているので、デイリーダブルに表示されている資源を意識した遊戯をするべきだということです。この画像をご覧になるとわかりやすいと思いますが、7種類のロールに分類されるヒーローの数には、かなりのばらつきがあります。ヒーローウォーズは5人のヒーローを選択して戦闘を行いますが、プレイヤーによっては使用頻度の少ないロールが存在するのです。カーク信者の独断と偏見で話を進めると、多くのプレイヤーが最も必要とする記章は、魔法使い、戦車、支援、戦士の4種類になるのではないでしょうか？そして明らかに必要とされる可能性が低いのは、コントロールの記章になると思います。つまり、数ヶ月から数年単位で記章を収集する場合、デイリーダブルを意識して星の預言者の抽選をしているプレイヤーは、自分が必要とする記章を効率よく集めることができるということになります。将来発生することが予見される、資源のアンバランスについて話をするよ。クリスタルと記章をもらえる機会は、デイリークエストとギルドレイドの2つになりますが、これらでもらえる資源は完全に運任せになっています。そして、この運任せの状態で資源を収集し続けると、上昇の戦闘のランクが3を超える頃に、レベルアップしたいヒーローに必要な記章が全く蓄えられていない事態に陥ることが予見できるのです。このような事態になって後悔しても遅いので、常日頃からデイリーダブルを意識した抽選を心がける必要があるということなのです。でも、デイリーダブルは均等に出現するんじゃないの？この資料をご覧になるとお分かりのように、常に一定間隔で狙っているクリスタルや記章がその日のデイリーダブルとして選択されるわけではないので、記章に関しては、3種類を選んで狙い撃ちをした方が良いでしょう。魔法使いの記章だけをデイリーダブルで狙う場合、7日間連続で魔法使いの記章が出現しないこともあるので、第2候補と第3候補の記章もあらかじめ決めておいた方が良いかと思います。話をまとめるよ。星の預言者の無料抽選が7日分ストックできるということは、考えなしに毎日1回の抽選をすべきでないということを意味しているのです。デイリーダブルで表示された資源の出現確率が2倍ということも分かっているのですから、これを上手に利用して意図的に備蓄する資源のバランスを整える必要があるということなのです。お前、こんな資料をコツコツと作るなんて、よほど暇なんだな。
それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。